いやーなんかね、ついダラダラ YouTube 見ちゃう時ってありますよね。私もよくやっちゃうんですけど、そんな感じでザッピングしてたらですね、この前岡田敏夫先生のチャンネルに三宅佳穂先生が出ているのを見たんです。三宅先生といえば、なぜ働いていると本が読めなくなるのかでおなじみですけど、その時は考察する若者たちの話をしてましてね、聞いてたらなんだか面白そうで読んでみようかと。で、三宅先生の著書を探してたら、この本が目に留まっちゃったんですよ。推しの素晴らしさを語りたいのにやばいしか出てこない。ほうと思いましたね。いやーだってさ、こちとら好きな時計の話を何年もやってるもんでね、やばいしか出てこないとかないからなんて思ってたんですが、この動画のサムネイル見てください。あいやー参ったねやばい、言っちゃってる。で反省しまして一読しましたよ、この本。それでいろいろ書いてあったんですが、読みながら思いついちゃったんですよ。自称アマチュア時計評論家笑いが文芸評論家の本を読んだら批評が上手になるのか。この本の良し悪しとかはさておき、私はもっと上手に時計の魅力を伝えたいってなことで、ちょっとこれやってみたいと思います。これさ、うまくいけば私の動画の内容も良くなるし、この本もおすすめできるってことで、勝手にウィーンの関係になると思ったんですよとにかく皆さん、この本に書かれていることをやってみて、私の時計の魅力を伝える力が上がったかどうか検証してみようかと思いますので、ぜひ注目してください。それでは早速やってみましょう。 Let's go! はい、ということなんですけど、まず具体的に私がどうやって推しの素晴らしさの語り方を変えていくのかっていうことを話していきたいと思います。この本を読んだ上で推しの素晴らしさを語る際に私に足りなかったなと思ったところがですね、オリジナリティ。もう少し言うと、なぜ私はこの時計が好きかっていうところをそこまで深掘りできていなかったですね。私なりの好きなところをちゃんと表現できていなかったということです。で、じゃあどう深掘りしていけばいいのかというと、その好きな理由、この本では面白さと言っていますが、その理由っていうのは共感か驚きであるって言っているんです。共感とはすでに自分が知っている体験、好みと似ている。驚きとは今までに見たことのない意外性を感じるということらしいんです。つまり、ある時計を好きだと思った時、その理由は自分が好きな時計と似ているか、もしくは今までにない意外なモデルであるか、そのどっちかがあって好きだと感じるそう。それでそのことを整理していくと、好きなポイントが平凡でも、なぜ好きかっていうのは過去の私の経験から来るものだから、そこにオリジナリティが出てくるだろうと。ここをね、ちゃんとやっていかなきゃいけないと思いましたね。はい。ちなみになんですけど、嫌いなものに関してはその逆で、不快と退屈によるそうですね。不快は自分の嫌な体験だったり、嫌いなものと似ているだとか、退屈はありきたりなものってことらしいですね。はい。というわけで、ここから実際に検証していきたいと思います。でですね、検証するにあたってまず材料を用意しました。それがこちら。このチャンネルで最も再生されている動画なんですけど、この動画ではカルティエのサントスを紹介していまして、ここで私がいろいろ推しの素晴らしさを語っているんですけど、そこを振り返ってみてより良い表現にしてみたいと思います。ではサントスの動画でどんな風に私が語っているのかを見ていきたいんですが、とりあえず今回はデザインについて語っているところを振り返ってみようと思います。で、私自分で見返しまして、どんなことを言っていたかというとですね、エレガントとスポーツがうまく融合している、曲線が多用されていて堅牢さの中に柔らかな印象を与えていていいデザイン、ポリッシュとサテンが細かく組み合わされていてコントラストがいい、ケースとブレスレットの一体感が生まれていいモデルチェンジだった。だいたいこんなところだと思います。いやー、しかし改めて見ると恥ずかしいというかひどかったですね基本説明しているだけで自分の感想がほとんどないっていうのに気づきましたよ。気になる方はぜひ元動画を見てください。で、これを一つずついじっていきたいんですが、まずはエレガントとスポーツがうまく融合しているってとこですね。
これは私は意外性があると感じましたね。というのもラグスポ系の時計のデザインの手法ってスポーツウォッチをどうドレス寄りにしていくかっていうところなんですが、例えばロイヤルオークの場合だと針とかインデックスを細くしたりケースを薄くしたりしてドレス要素を足していってます。他のラグスポ系のデザインもおおむねそういう方向性になっているんですけど、サントスの場合はローマンインデックスなどのカルティエらしいエレガントなデザインを取り入れることでドレス寄りにしているんです。ここがね、他のラグスポとは違った驚きがありますね。ってことで驚きとその理由ありましたね。こんな感じで進めたいと思います。それで次が曲線が多用されていて堅牢さの中に柔らかな印象を与えていていいデザインってところですね。これはですね、共感と驚きの両方がありましたね。まず共感の方ですが、曲線といえばノーチラスのあの柔らかい感じに通ずるところがあるかなと、ちょっとフェミニンな匂いのするところがいいなと思うんですけど、あとは不快の逆っていう意味の共感かもしれませんが、廉価な工業品って直線的なイメージがあるんですけど、しっかり曲線を使ってるってことは逆に高級感が出るのかなと。それから驚きの方ですね。これは過去のサントスとの比較になるんですが、今までのモデルって割と直線的なデザインだったんですよね。で一方でこのサントスは全体的にはこれまでのサントスを踏襲しつつも曲線が使われているっていうのは新しいですね。過去との比較で驚きですね、これは。はい。それから次がポリッシュとサテンが細かく組み合わされていてコントラストがいいって部分ですね。これも好きなラグスポのロイヤルオークとの共通点になるんですが、ロイヤルオークもこういう風な仕上げがなされていてめちゃくちゃキラキラしつつメリハリがありますよね。しかもとても薄い時計なのに立体感がしっかりあって、そういうところがロイヤルオークの魅力になっていますけど、これと同じものをサントスの中にも見つけることができるんです。ロイヤルオークとは価格帯はかなり違いますけど、こういうところからサントスもしっかりと高級感を感じられるっていうのは魅力ですね。はい。では最後ですが、ケースとブレスレットの一体感が生まれていいモデルチェンジだったっていうところ、これはめちゃくちゃ新鮮な驚きを与えてくれましたね。過去のモデルとの比較でもそうだし、他のラグスポと比べても。まずラグスポの特徴の一つに一体型ブレスレットっていうのがありますけど、このサントスのこの部分のデザインは本当に秀逸なんですよ。普通のラグスポはロイヤルオークとかノーチラスみたいにケースとブレスレットが一体になっていますけど、サントスはベゼルを上下に伸ばしてブレスレットとつながっているように見せているんです。上下にベゼルを伸ばすって言葉だけ聞くとすごくおかしなことになりそうじゃないですか。でももうこれしかないっていうデザインに仕上がってますよね。これはサントスにしかできないデザインだと思いますし、そもそもこういうデザインになるべくしてなったとすら感じさせてくれるくらいすごいものだと思ってます。そういう意味でここまでサントスのデザインについていくつか触れてきましたけど、このケースとブレスレットの一体的なデザインが私の一番好きなところですね。はい。こんな感じでそれぞれデザインについて本に書いてあった手法で感想を喋ってみましたけど、いかがだったでしょうか。いやー、自分としては結構良くなったんじゃないかと思いましたね。なんか具体的に魅力を言葉にできたと思うんですよ。まあ変な話、今回の本の評価は視聴者の皆さんにお任せしますが、私は手応えがありましたね。いや、これ使えるなはいなのでね、興味がある方はこの本ぜひ読んでみてほしいですけども、まあとにかくですね、私としては今後に生かしていきたいと思っているんですが、ただこれを見て今後の動画であの本を意識してやってるなみたいに思わないでほしいですね。だから最後にこれだけは言っておこうと思います。俺をいじるな、俺を分析するな、ただ興味は持て。以上です。いやー、今回はいつもと違う内容でお送りしてしまったわけですが、ちょっとやってみたくなっちゃって、たまにならいいかなと思ってやっちゃいましたねそれで一応このおまけのところで軽く本の感想を喋りたいんですけど、実際に自分で好きな理由をちゃんと言語化してみるのは面白かったし、気づきもたくさんありましたね。しかもありがたいことにこうやってその成果を発表できる場もあって、求められているかは置いておいてですけどねそれでですね、この本の後書きにこんなことが書いてありましたので紹介したいんですが、
誰かの言葉によって自分の思考が影響を受けすぎてしまうこと、それが何よりも言葉の怖いところなんです。しかしそのことが今は知られていなさすぎる。そして無防備なくらいみんな影響を受けやすい。他人の言葉と距離を取ろう、自分の言葉を作ろう、これを言いたくて私はこの本を書きましたってあったんですよね。この本のタイトルだけ見ると、あたかも感情の言語化に関する方法論が書かれているように思われますが、いや実際にそういうことも書いてあるんですけど、実はこの SNS 全盛の現代において、いかにして発信するかを説いているように見せかけて、いかにして自衛するかを説いている本なんですね。この辺のやり方がね、したたかさを感じてしまうところなんですけど、それはいいとして、これですよね。私も情報の発信をしている身としてそういうことはあまり考えてみなかったのですが、確かにネットにあるいろんな人の意見にはめちゃくちゃ影響を受けちゃってますし、意識してみないとどれだけ自分が影響を受けてたか気づかなかったかもしれないですね。実際時計を紹介する動画を作るとき、自分がいいなと思った時計を取り上げるにしろ、まず世間の評判を調べたりして、おすすめすべきポイントはどこなのかを整理してますから。YouTube で情報収集するのはそっちに引っ張られるから、なるべくやらないようにはしているものの、クロノスとかホディンキーとか大手メディアの記事はチェックしちゃってますね。で、知らず知らずのうちにそれに影響された動画を作っていると思う。これは素直に反省しなくちゃいけないと思いましたね。とはいえ、いろんな感動を言語化しなければ自分を守れないほど、今の SNS 社会によって我々の感性は危機に瀕しているのであれば、それとどう付き合うべきなんでしょう。もうね、いっそのこといろいろ見なければいいんじゃないかと。 SNS なんて見ずに本を読めばいいんでしょうけど、実際問題気になってついつい見ちゃいますよね。しかもネットの広大な海に散らばる無数の意見には納得してしまうものも多いですから。で、自分について考えると、時計に関してあんまり意識してなかったモデルもポジティブな意見を見れば欲しくなり、気になったモデルのネガティブな意見を見れば萎えてしまう。特に自分が持っている時計のネガティブな意見は嫌なもので、好きでその時計を買ったはずなのに、なんだか魅力がなくなってくるように感じるなんてこともあるわけですよ。じゃあどうしたらいいのか。これがですね、小林秀夫先生が言ってましたけど、万人のごとく知って自分流に信じるっていうことじゃないかと。とにかく自分流に信じる。そのためにはこの本にもありましたけど、自分の意見をひたすらブラッシュアップする必要があるのかなと。なんですが、一方で何でもかんでも言語化する必要があるのかなとも思ったんです。好きの理由が共感か驚きって言って、それで言葉にしようっていうことを本編で言いましたけど、そう簡単じゃないような気がするんです。いや、そういう風に単純化すれば簡単にできるかもしれませんが、本当に感動した時ってもっとね、複雑な心理を働かせてると思うんです。むしろ言語化するのが難しい心の動きこそ本当の感動ではあるまいかって。小林秀夫先生が美は人を沈黙させるって言っているように、その沈黙に耐えてよくよく美しいと感じるものを味わう、そういう姿勢も大切なんじゃないかと思うわけです。はい。感想はそんなところですね。最後にこの言葉で動画を締めたいと思います。私は時計好きとして言葉を失うような美しい時計と出会いたいものである。どや、いやー決まったー。めちゃめちゃかっこいいこと言えたわー。後で録画したやつ見るの楽しみだわー。ガハッ。